おー、エンペラー。安定のカードが続出しておりますね、この辺。刺激を求めたくなったりね、新しい方向に行きたいっていうのが出てくるんじゃないかなと思います。はい、皆さん、こんにちは。レイコライトです。お久しぶりの動画です。星座別リーディング、何ヶ月かリフレッシュのためにスキップさせていただいていましたが、9月分よりまた再開したいと思います。チャンネル登録をしておいてくれたみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝しております。リフレッシュとこれからやっていくことの準備をしていました。YouTube って投稿の間が空くとどんどんチャンネル登録が減っていくもんなんですけどね。どこまで減るかなって見てたんですけど、思ったよりもそのままにしてくださってて、とっても嬉しいです。これからもレイコライトは楽しみにしてくださっている方にお答えをしていきたいと思います。それから今回この動画で初めましての方、ありがとうございます。本当にたくさんの星の数ほどの動画がね、存在してますけど、その中でここを見つけてくださり、ちょっと見てみようかなってなってて、そしてこんなところまで、喋りのところまで飛ばさないで見てくださっているのは、やっぱり何かがあるからだと思います。今月をハッピーに生きるヒントを持っていてくれたら嬉しいです。もちろんリーディングは万能ではありません。全人類には当てはまらないです。当然ながらこれは他のすべての動画にも共通していることです。YouTube では大勢の方に向けたメッセージを発信していますからね。受け取る人によっても正解が変わってきます。しかし、ご縁があって、波動があって、この動画を飛ばさないで見てくださってると思うので、あなた様にとっての何かがここにあるんじゃないかなと思います。世界ではいろんなことが起こっていて、不安だったり辛かったりって方もいるかと思いますけど、まずは自分で自分をハッピーにしていくっていうのが基本です。ということで、今月を最高に生きるヒント、ハッピーに生きるヒント、動画に散りばめていますので、キャッチしていただけたらなと思います。はい、9月使っていくカードはこちらでございます。カードデッキは、概要欄から私の楽天ルームに、URL 置いてますので、そこから気になる方はチェックしてみてください。はい、それでは、いて座の皆さんのリーディングです。出ました。入ったかな。今回からこちらですね、ユニバーサルウェイトタロットデッキ使っていきます。YouTube で初めて使っていくカードになりますね。で、缶に入っていて、こんな風にとっても持ち運びがいいし、扱いがいいです。からちっちゃいんですよね。手のひらサイズなんで、シャッフルもしやすいし、こうなんか扱いがいいし、画角に入りやすいっていうのがとってもいいです。はい、ではね、開けていきましょう。はい、カップの6だ。カップ。はい。エンプレス。カップ1です。はい、カップの器具。カップが多いですね。ハイプレステスの、こちらが、はい、このカードですね。ソード8。はい、いいですね。ペンタクルスの10。おー、エンペラー。安定のカードが続出しておりますね、この辺。それから、ワンドのエースです。すごくいい。ペンタクルスの2。またペンタクルス。はい。で、こちらが、ラバス。
はい。このように出ました。では、読んでいきましょう。はい、それでは読んでいきます。実はこれテイク2になります。先ほどカードを出したところのカードとはですね、もちろん変わってないんですが、周りのディスプレイがちょっと変わってるかと思います。撮影を少ししくじりまして、テイク2でやっていきます。でまず現状、9月の現状として、カップの6の逆位置が出てます。これは過去のカード逆位置、心機一転とか、新しい方に切り替えるみたいな感覚のカードです。なので、気持ちが新しくなっている方が多いんじゃないかなと思います。というのは、このね、ご自分の願望を表すところにも新しいカードが出ています。ワンドのエース。とてもね、いいエネルギー、強いエネルギーのカードでございます。ワンドのエース。これは新しい出会いとか、新しい何か、新しい始まりというのをご自分が求めているというカードでございます。願望として何か新しくなりたい、今までと変わりたい、出会いたい、新しく始めたいという気持ちが高まってくるんじゃないかなと思われます。で、このカードも、ここにありましたが、今回ケルト十字って言って十字十字ってカードを出していくパターンなんですね。なのでこれが出てるんですが、いつもこの置き場所をね迷うんですが、ここに置いときますね。はい、このカードっていうのは見えるかな、興味がなくなって向こう側に行くっていうカードなんですね。だから切り替わりの感覚も結構出てきてます。そして、興味がなくなっちゃって立ち去るだったりとか、また別の新しいものに興味が出てきてそっちに行くよっていうカードなんですね。なんでここが結構鍵というか、今月注目すべきところなのかもしれません。っていうのは、何かつまんなくなっちゃったり、興味がなくなっちゃったり、だれちゃったりした時っていう時に、自分の内側をよく見てほしいんですね。カップのキングが伝えてくれてます。なんかつまらなくなっちゃったとか、恵まれてはいる、すごく恵まれているカードが出ているので、恵まれている、それから安定しているというところも出てるんですが、だからこそちょっと刺激を求めたくなったりね、新しい方向に行きたいっていうのが出てくるんじゃないかなと思います。で、そうしてなんだか飽きてきちゃう。面白くなくなっちゃうっていうところがあったら、それはサインなんですね。あなたの心の奥底からのサインとして受け取っていただければなと思います。カップのキング。はい、これはとっても大きいカードですね。言ってみれば、いて座のあなたがね、今までより大きくなっちゃってるんですよ。人間が。だから、今いらっしゃる環境とか、囲まれてるものとか、使ってるものとか、何か分かりませんが、あなた様を囲んでるものが、もうね、サイズが小さい、合わないっていう風に感じてきてるのかもしれない。だから、つまらなくなっちゃったり、興味がなくなっちゃったり、新しい方向に目が向くっていうことがあったら、それは自分自身からのサインっていう風に受け止めてほしいんですね。おそらく、次のステージだったり、別の場所、ちょっとアップした場所に自分を連れてってあげてほしいんですよね。ちょっと合わなくなってきてる可能性が見受けられます。ちなみにこれは潜在意識、自分で気がついてない意識で出してます。なので気がついてないかもしれないけれども、ご成長されていたり、何かご経験を経て大きくなっている。大きくなっている人が、人格が。人間としての器が大きくなっちゃってるので、合わなくなってくることがちょいちょい出てくるかも。そのようにお伝えをしたいと思います。で、逆にこれは表層意識。自分で意識している、表面に出てきている、意識ですね。エンプレスの逆位置です。はい。これっていうのはですね、正位置だと恵まれていて、とっても羨ましい素晴らしい状態なんですが、逆位置だとまた別の大事な意味があるんですね。なんかつまんなくなっちゃってるっていうのはやっぱりそんな感じがあるのですが、だから無駄遣いをするとか浪費するとか、あ
と流されちゃうとか、ちょっとだれてしまっている様子を表しています。なので、なんだかお金使っちゃうなとか、無駄遣いしちゃうなとか、食べ過ぎちゃうなとかですね、そういうふうに何かどこかに不満がある時って、そういった現象になりやすいんですよ。で、今回池田さんもそのようになってくる、そういった形であなた自身にあなた自身がお教えしてるんじゃないかなと思います。なんか迷いが生じたりとか、とにかくはっきりしていない、自分自身がよくわからないから、なんだかお金を使いすぎてしまう、食べ過ぎてしまう、飲み過ぎてしまうっていうような行動に走りやすいと出ております。そういった時に自分の内面を見てあげるといいと思います。それでね、この過去の位置にハイプリエステスの聖地が出てるんですね。なので、ご覧の方々は、すごくちゃんとやってきた。それから真面目にコツコツされてきた。という感じで受け取ります。はい、これはものすごい几帳面なカード。きちんとしてるカード。ルールに基づいてちゃんとやってきたよっていうカードなんですね。で、そこからちょっと変わりたい。気持ちが変わっている。また別の何か方向に行きたいという思いから心境の変化というのが出てくるんじゃないかなとカードが伝えてくれてます。で、今回共通していることはですね、他のカード見てもそうなんですが、今までも良かったけどこれからもいいよっていうことなんですね。今の現状もとてもね、いい感じなんですよ。エンペラーの逆位置ってここにありますが、これはあなたを取り囲んでいる環境、人ですね、周りの人、ものすごい安定感があります。そしてご自分自身を表すのも、これも安定のカード。ペンタクルスの10なんですね。だからこのタッグがすごいなと思うんですが、だからこそなかなか抜け出せない。もしかしたら刺激が欲しいなって思っているのかもしれないけれども、なかなか現状から抜け出せないっていうのがありそう。なんか始めたいとか出会いたいとか変わりたいとか新しくなりたいって思いが募りそうですが、今も悪くないし、このままでいいかというふうにね、あなたを思わせるものがありそう。で、逆を返すと、それっていうのは大変恵まれていることなんですね。だから言ったように、今までも良かったし、これからもいいんです。そのようにカードが出ております。それからもう一つ、今月ってチャンスなんですよ。心機一転。自分も気持ちが上がってきているので、新しい方向に向かうだとか、違うものをつかむ。今までがあったとしたら、そこからちょっと抜け出して、また一つ上のステージに行くとかね、皆様それぞれ何か別の方向に興味が出てきそうなんですが、そこに対してキックをかけていくというか、アクションをかけていく、そのベストなタイミングなんですよね。っていうのは、この近い未来、なかなかまたね、動きづらくなっちゃうんですね。はい。状況が見えなかったり、それからご自分自身が、このままでいいかなっていうふうに落ち着いちゃったり、そのように出ております。だから新しいことを求めていらっしゃる方は、今月何かアクションを取られるということをお勧めいたします。はい。でもね、今もいいからねっていうのがすごく出てます。今もとても恵まれている、そんな風に感じる今月だと思われます。はい。で、ちょっと戻りますけども、ペンタクルスの10、これはとっても羨ましいカードです。経済的な安定とか、それから協力者がいる様子、それも表してくれてるんですね。言うことなしな感じなんですね。けどしっかりしすぎて、そこからなかなか出づらいというのもあるのかもしれないですね。周りもエンペラーだし、安定感とか揺るぎなさ、あなたを受け止めてくれる感じというのもありそう。協力者に恵まれるっていうのは今月とても素晴らしいことだと思います。協力者に恵まれる。はい。そして最終結果に行きますとね、こちらです。ペンタクルスですね。ペンタクルスの2の逆位置とペンタクルスの6正位置。
はい、これ2つのものをうまくこう操っている様子。それが逆位置で出ています。それからこれ6なんですが、ここにね、天秤があります。天秤がありますので、これも2つ、このね、天秤のお皿があるというところが、なかなかこことちょっと似てるなって思いますね。バランスは取っていきたいんでしょうね。それから安定だとか、もちろんこの金銭的なこととか、そこは大事にしたいっていうのが伝わります。それはみんなそうなのかもしれないですけど、特に安定感とかこのバランスとか金銭的なこと、そこは死守したいっていうのが伝わりますね。この2枚から最終結果の2枚が出ております。それでこれをお読みしてお届けをすると、やっぱり今月っていうのは何かがバッチリ決まるという感じではなさそう。状況に合わせて対応していくっていうのが出てますね。はい。それから2つのことを上手にやりたいって思っていらっしゃる方もいるのかも。2つのことを上手にやる。それが希望という方もいるかもね。そして、2つのことはですね、同時にできなくはないと伝えてくれてます。できなくはない。だけど、その時その時に対応していく必要がある。それから、こちらが、これはギブのカードです。与えるカードです。貢献のカードです。先出しのカードですね。自分が先に出す。そうして、豊かさが回って、またどんどん大きくなって自分に戻ってくるよっていうカードですね。このカードが伝えてくれているのは、やっぱり一歩踏み出すのは自分だよということです。そして今回何かに対して一歩踏み出すとしたら、それっていうのは後々大きくなってあなたに素晴らしいものとなって帰ってくるということを伝えてくれています。少し不安定だったとしても一歩踏み出してみる。それが最終結果として出てます。先行投資っていう意味もあるんですね。先行投資。だから豊かさに対して何かを始めたいとか行動を取りたいと思っていらっしゃる方はそれをされるチャンスだと思います。しかし一気にそれが自分にプラスになるわけではなくて、一気に増えるわけじゃなくて、この段階では自分が先に出すという感覚になるかも。だから授業料を払うという人もいるかもね。それから先行投資、先に出す、与えると大きくなって帰ってくるというカードが出ております。ただね、現状もいいし変わらなくてもいい感じがとてもあるので、選択はご自分次第です。それは言っておきます。はい。それなんでかというと、この選択のカードが出てるからですね。ラバーズ聖地。これが今月の対策にあたります。今月をよりよく過ごすためにはどうしたらいいか。それは良い選択をしましょうと伝えてくれてます。これも2人ですね。これちょっと隠しとかなきゃ。YouTube の、事情でですね、ちょっとここを感知されると、運が悪いと引っかかったりするので隠しておきますね。さっき見せっぱなしでしたら一応隠しておきます。これが対策。良い選択をしましょうということですね。どちらを選んでもいいのですが、このカードが伝えてくれていることは、ご自分の心が喜ぶこと、そっちが正解ですということです。ラバーズなので、これ恋人たちっていうカードです。このカードはエネルギーとしてはぴったり合うとか、しっくり合うとか、そういったことです。それは利害関係というよりかは、どちらかというとご自分の心が嬉しがる、喜ぶ、そっちが正解だよというところですね。それから今を大事に楽しむ。とてもね、ハッピーなカードなんですよ。で、今を楽しむことを忘れないでっていうメッセージもございます。はい。それから契約を表すカードでもあるんですね。なので何かの契約をするっていう方もいるかもしれないですね。で、その契約をしたところで、この9月にね、すぐ良かったっていうふうにはなかなか思えないっていうこともあるかも。だけど回り回って巡り巡って少し経ってからあなたにこれで良かったっていう納得が来るかもしれないですね。そのようにもお伝えをしたいと思います。どちらにしてもいい選択をする、今を楽しむ、
心が喜ぶ方を選ぶですね。それがカードが伝えてくれていることになります。それから皆様どういった状況でご覧になっているか本当に私はわからないので、ちょっと例え話になりますが、家族がいるからなかなか新しいこともできないんだよねっていう方もいるかもしれない。この家族勢揃いのカードが出ていますね。お父さん、お母さん、子供、ワンちゃん、おじいちゃんです。ここで幸せでいるっていうことが本当に大事だから、なかなか自分で勝手にできないんだよねっていうことがなんだかね感じられることであります。だから本当の願望があるんだけど、ちょっとごまかしたりするかも。無駄遣いをしたりとかね。無駄じゃないかもしれないけど、お金を使いすぎちゃったり、それから食に走ったりね。そういうことでご自分のモヤモヤしてること、本当はモヤモヤじゃなくてしっかりあるんですけどね、新しい方向に行きたいとか、今の自分に合ったものをつかみたいっていう本心があるんだけれども、それがまだ、表面に出てきていないと出ているので、ちょっとした不満というか、何かモヤモヤがあるから解消しようとするという格好であなたに教えてくるかもしれないですね。それからボトムです。カードを出した後の山の裏がストレングス、聖地、力のカードの聖地です。今回ですね、エネルギー強めのカードが結構出てます。大アルカナが1枚、2枚、3枚、4枚、これ入れたら5枚ですね。はい。これは見ての通りライオンを手なずけているというカードです。精神力のカードだったりもするんですね。この女の人がライオンを手なずけている、コントロールしたい、自分の思うようにしたいというのが本心としてありそう。思うようにしたい。それからもう一つ、ご覧の方々の心の奥底にいるライオンが目を覚ますかもしれないですね。本当はこうしたいんだよっていうこの思いですね。熱い思い。こことなんだかリンクします。本心としては別のことをしたいとか、出会いたいとか、始めたいとか、新しい方向に行きたいっていうその熱が上がってきそう。こんな風に。もしかしたらもともとというか前からそういう風に思っているっていうことを気づいている人もいるかも。あなたの中のですね、情熱、ライオンのようなこの熱いものがですね、飛び出したいという気持ちになっていて、それを押さえつけている方もいるかも。なだめているというか。だけど、このご自分の中の熱い部分だったり、それからこんな風にですね、もう素晴らしい大きい、もうサイズアップしているあなた自身の叫びという形で変えてくれっていう風にね、あなたの奥底のもう一人のあなたが叫び出すのかもしれないですね。そこを叶えていってあげる方向で出てるのかなとも思いますが、ただこの時すぐに何か結果がバンと出るわけではないということですね。それを伝えてくれてます。しかし何か一歩踏み出してみるとか、それこそ先行投資という形で何かしてみるということで、巡り巡ってこの後大きなものがあなたに返ってくるという流れを作れそうです。はい、このように出ておりました。ね、この対策がラバーズっていうのがとてもいいですね。だけど今を楽しむことを忘れないでっていうことと、それから良い選択をしましょう。そのようにお伝えをしたいと思います。この後、それではオラクルカードを切っていきますね。オラクルカードはお仕事活動面のメッセージ、それから愛情面のメッセージ、最後に今月のラストメッセージということで3回出していきます。それではオラクルカードですね。はい、シャッフルはこの前に事前にしっかりしてありますが、ちょっとここでも切りまして、それではお仕事活動面出していきましょう。それから愛情面です。
きましたね。ではね、ラストメッセージは一番最後にこれは出したいと思います。お仕事活動面何でしょうか。はい。ハイヤービュー。なるほどです。こんなカードが出てます。ハイヤーの視点でっていうことですね。そして愛情面はスモーキークォーツ、レッドイットゴー、手放すってきてますね。はい、それではじっくり読んでいきましょう。はい、ではね、こちらです。はい、これ鷹でしょうか、ワシでしょうか。そこに乗っかって高い視点で物を見ているというような世界観のカードでございます。これ俯瞰してみるですね。お仕事面のメッセージは俯瞰してみるです。なんか行き詰まってる方がいらっしゃったら視点を変えてみるっていう方法をされたらいいんじゃないかなと思います。先ほどのタロットカードでもそんなこと言いましたっけ。つまらなくなってしまったらそれは何かのサインかもしれないっていう言い方をしましたね。そうですね。なので今月はそのサインもそうだし、それから視点を自分で変えていくっていう風にいろんな面から見てみるといいと思います。いつもの考え方を少しずらしてみるとか、別の視点を入れてみるということですごく開けていくんだと伝えてくれてます。いろんな方面から見てみる、いろんな考え方を取り入れてみるということがラッキーなことになります。お仕事運を上げていくことのポイントです。それからまだ見えてないことがありそうですね。まだ見えてないことがある。全体が見えてないかもっていうことですね。先ほどのリーディングとちょっとつながるかもですが、先ほどのカードのエネルギーだと安定しているけど固定したものっていうのがすごくあって、そこから抜け出すっていうことをご本人が望んでいる感じがあったんですね。全体的なことをもうまとめて言いますと、そういうエネルギーなんですよ。いつも通りから抜けるだとか、固定概念から抜けるとかですね、それが言われていて、またこれが来ているので、視点を変える、高い視点から物を見る、俯瞰して物を見るということで見えてくるものがある。それをお伝えしたいと思います。それからお仕事をですね、探されている方に対してはやっぱり同じですが、ちょっと見る場所、探す場所を変えてみるっていうことが今回とても来ております。はい、それからボトムですが、これです。今回すっごくいっぱい出るカードです。他の星座さんでも2回ぐらい出ました。ザ・オラクルギフト。お茶でも飲んでゆっくり行きましょうっていうカードですね。オラクルっていうのは、天というか、神というか、だから自分の価値観の外に答えがあるっていうことを今回またお伝えしたいと思います。なんかこういうことすごく今回言ってるんですよね。そう、ひらめきとか、それから、宇宙からダウンロードするっていう言い方をするんですけどね、自分の想定している外側に答えがあるっていうのをしきりに言われてます。重ねてきてますね。なのでお茶でも飲んでゆっくりして、そして緩めて入ってくるという流れを作りたいところです。緩めて入ってこさせる、引き寄せるということになりますがね、リラックスした感覚でひらめくものっていうのがありそう。そこに答えがあったりする。価値観の外側にありそう。それはそのようにお伝えします。はい、で愛情面ですね。スモーキークォーツ、素敵な石が出てます。レッドイットゴー、手放しましょうっていうカードです。何でしょうかね。これは本当に様々なパターンで当てはめられるかと思います。で愛情面なので、いろんなお立場の方がおられると思いますね。お相手がいらっしゃる方、パートナーがいらっしゃる方、ご結婚されていたりそうじゃなかったり、それから、ご家族愛でねご覧くださっている方もいるでしょうし、これからお相手を探したいなという方もいるかもしれない。手放しましょう。それで解説書をですね確認しますと、
過去は過去です。放っておきましょうって書いてあります。なんかあったんでしょうかね。過去の、例えばトラウマ的なこととかですね、辛かったこととか、そこを話していく時だと伝えてくれてます。こちらもさっきお伝えしたこともね、お仕事面でもそうですね、ちょっと緩めると入ってくるっていうことをね、両方とも言ってくれてますね。手放す、愛情面は手放す。そうすると素晴らしいものが入ってくるし、エネルギーの流れも良くなる。そして現実の流れも良くなる。そのようにお伝えをしたいと思います。それから今を大事にっていうことなんですね。今を大事に。さっきも言いましたね。今月の開運ポイントという形でお伝えしたと思いますが、ラバーズの聖地がありました。あのカードも今を大事にする、今を楽しむっていうカードなんですね。また重ねてきました。過去じゃなくて今です。今を大事にしましょう。今を楽しみましょう。そのようにお伝えをしたいと思います。例えば出会いがね、なかなかないという方も、もしかしたら心の中で握りしめてる過去の何かがあって、それが邪魔をしているのかもしれないですね。そこの手を離して流れを良くしたいところですね。あと関係性がね、もう成立している方も、なんか過去のわだかまりっていうのがあるのかもしれない。そこを話していきましょうと。今を大事に、今を楽しむ。過去は過去、放っておきましょうという解説書のフレーズをまたお伝えしたいと思います。そしてボトムも見てみましょうね。これ出した後のこの山の裏。はい。ロードナイト。Find a way to forgive. なるほど。これは罪悪感を手放すみたいなことです。なんか罪悪感。愛情面って罪悪感っていうものと結構ね、連動していたりしますが、ちょっとここは分かりませんが、私は。皆様もしかしたら何か罪悪感っていうのがあるのかもしれないですね。そこを手放していくとき、同じことですね。両方とも話すです。話す、緩める。それがすごく来てますよ、今回。自分ルールをやめるっていうことになるのかもしれないし、固定観念を手放すっていうことにもなるのかもしれない。とにかく緩めて流れるのを呼び込むみたいな、そういったエネルギーがめちゃくちゃ来ております。罪悪感を手放す。何か受け取っていただけたら嬉しいです。はい、このように2つ出ましたが、最後ですね。それでは今月のラストメッセージをこちらのカードで引いていきましょう。いて座の皆さん、9月ラストメッセージ。これです。はい。何でしょうか。オープン。このカードもすごく出るんですよね。ちょっとびっくりしてます。ブラックトルマリン。Protect your energy。自分のエネルギーを守りましょうっていうカードです。なんかちょっと心配になっちゃうほどこれよく出るんですけど、このカードも出てるし、同じようなエネルギーのカードもとても出やすいんですね、今回9月。はい。自分を守る、自分のエネルギーを守る。外側の何でしょうか。良くないニュースだったりとか、それから不安にさせることとか、そこと境界線を引きましょうということです。そして自分を守りましょう。自分のエネルギーを守りましょうと来てます。それから人に影響されすぎないっていうこともそうですね。人の課題は人の課題、自分の課題は自分の課題、自分のエネルギーを人に取られないように、外側に持ってかれないように、自分をしっかり守って、自分のためにそのエネルギーを注いでいきましょう。自分の人生に自分の大事なエネルギーを注いでいきましょう。そのようにカードはね、ラストメッセージとして伝えてくれてます。そう、このボトムもね、ちょっと見ましょう。はい、綺麗。はい、ちょっと似てますけどね。エンジェルオーラクォーツ、ライトアップ。はい、
輝いてきてる。内面の輝きだとか、内面の拡大している様子、才能とか魅力、人間性、その拡大というのが出てましたね、さっき。それとちょっと似ています。自分自身がすごく拡大していて、輝きを増してくる時だからこそ、外側にエネルギーを取られないように、自分のために自分のエネルギーを使っていきましょう。そのように伝えてくれてます。なんかとてもいい感じに出てきてくれました。はい、以上になります。この動画が少しでも役に立った、それから楽しかった、良かったという方は、チャンネル登録、それからグッドボタンをよろしくお願いします。それから何回か見ていただきますと、その時に必要なメッセージを受け取れるようになってますので、よかったらご覧になってみてください。では、最後までご覧いただきましてありがとうございました。素敵な9月をお過ごしくださいますように。ではでは。